皆さんこんばんは、おやかなです。今日は久しぶりのバッグの中身をやってまいります。結構久しぶりだね。で、今回はこれから花粉の季節なので花粉対策とか、あとは乾燥もしてるから乾燥対策、最近好きなコスメ、今年の手帳などなど持ち歩いてるものを紹介していきます。それでは早速今回のバッグこちらです。はい、ロエベのバッグでございます。このバッグすごい気に入ってて、前にもこれでバッグの中身取ったことあるんですけど、最近また熱が再熱しておりまして、すごい気に入ってるんです。なんでかっていうと、今年はねちょっと私服がきれいめになってきてるんですよ。実はお気づきの方がいるかどうかは分かりませんが、前はデニムだったりスウェットだったりしたところがスラックスだったりシャツだったり、ニットもちょっとざっくりしたものからこうきれいめの感じのものに変わって、アウターもちょっとすっきりしたものとかを着てることが増えたんですけど、そういうきれいめの洋服にこのバッグがとっても相性がいいんですよ。なんか綺麗なんだけど綺麗すぎない。私の言ってること伝わるかな。ちょっとマスキュリンなんですよ。このどっしりした感じがちょっとマスキュリンで、このハンドルも長すぎない、こうちょっとキュッてなってるところも可愛いし、こう横から見てもちょっとボリュームがあるところとか、立体的なちょっと建築っぽいデザインがすごく気に入っております。で、ご覧の通りここにチャック2個ついてて、左右にねこうやって開いてくれて、ガバッと開きます。で、ちょっとバッグ先に見せたかったから中身出しておいたんですけど、このブラウンめっちゃ可愛くないですか？この色で、ここにねちょっと見づらいかもしれないけど、チャックがついたポッケ、こんなに大きい、もう端から端までのポケットがついていて、ここの中までしっかりこのブラウンなので、このポッケのところにこのパッチンの、見えるかな、このパッチンのねのがよいしょついてて、このデザイン違いのポケットが2つついてるのがすごいありがたいなっていう、思ってくれてるな、使い手側のことをすごく思ってくれてるなって思うバッグでございます。で、私はこうやってハンドルで持つのが好きなんですけど、ここにストラップがつくので肩からかけたりすることもできるし、あと斜め掛けとかもできるので、いろんなスタイルと合わせて持ち方変えれるのもいいところです。では中身に移ってまいります。定番のものからどんどんいこうね。はい、こちら iPhone です。私はまだこれ30じゃない13、あ、ライトついちゃった、ちょっと待って、失礼しました。こちら13でございます。ケースあんまつけるの好きじゃないので全然つけてないんですけど、線がシドニーでこれをバッキバキに割ったところを見て、そろそろケースつけた方がいいかなって思いつつ、新しいのに変えようと思ってるから、新しいの変えたらケースつけたいなと思ってます。次がヘッドホン。こちら Google Pixel の Pixel Buds、 いつもこれ紹介してるから知ってる人多いと思うんだけど、これの付け心地がめちゃくちゃいいんですよね。私あっちのイヤポッツ、違う、これいつも間違えんだよね、エアポッツ試してみたんだけど、私付け心地はこっちの方が気持ちよくてすごく好きなんだよね。あとこの丸いフォルムもなんか可愛くていいなって思ってます。次が鍵。はい、鍵をお見せすることできないんですけど、キーチェーンの質問をこの間されたからね、これベーシックスの、これなんていうの、この輪っかのやつ、ここがこうなってなるやつ、ベーシックスのこれを使っております。鍵の取り外し、今日あんまり喋れないな。鍵の取り外しがすごく楽にできるので、こう行く場所とかその日の予定に合わせてこうすぐちゃちゃっとここにつけるものを変えられるのもすごく気に入ってます。次がお財布です。お財布、こちらボッテガのお財布、前に YouTube で買った時の紹介をしたことがあるんですけど、基本的に私はクレジットカードで生活していて、あんまり現金持ち歩かないので、すごくちっちゃくなるお財布が好きです。これはカードケースになるんですけど、ここにねジップがついてて、ここにね現金を私折りたたんで入れております。ちょっとこれ見せるね、今出しちゃうから。これカードは3段階になってて、まあ必ずしも3枚じゃなくてもうちょっと入れられるので、例えばクレジットカード、免許証、銀行のカード、保険証とか
入れたりとかしてます。全然この滑り出てくることとかもないし、すごい使い勝手がいいです。ちょっとした小銭とかもここに入れられるので、すごい理想の形のお財布です。次がこちら、はい、サングラスです。これ線も私もすっごい気に入ってるノチノっていう日本のブランドのサングラスなんですけど、かけるとねこういう感じ。かけちゃうとさ、全然さカメラの画面が見えなくなっちゃうんだけど、大丈夫そう？こういう感じです。すっごいねかけ心地がめっちゃいいんですよ。でお店でこう自分の耳の高さとか鼻の高さとかに合わせて調整してくれて、むちゃくちゃかけ心地をよくしてくれるので、すっごいおすすめ。自然光に当たるとレンズの色が濃くなるレンズがあったりとか、あとはいろんなデザインもあるし、とってもね丁寧に作られている、めちゃくちゃ気に入ってるサングラスです。このカバーと箱のカバー両方あるの。私は荷物少ない方が好きだからこっちのスリムな方を使ってるけど、旅行に行く時とかスーツケースに入れる時はハードの方をしっかりした方に入れ替えたりとかしていて、そういう気遣いもとっても嬉しいなって思うブランドです。で次がこちら、はい、今年の手帳です。すっごい白くてなんかすっごい光っちゃうけど、今年はね白にしました。ラコニック、毎年同じブランドを使ってるんですけど、変えたいなと思っていろいろ見るんだけど、やっぱりここの中身がすごい使いやすくて、私は気に入っていて結局これになっちゃうんだよね。でなんだか今年は白の気分で、あんまり手帳白を選ぶことないんですけど、今年はね白にしてみました。中はこういう1ヶ月ごと一気に見れるところと、あとは1週間ごとになってるところで、左側がスケジュール、右側がブランクなので、やることリストとかメモとか、あと自分の目標とかそういうのを書いたりしています。最後の方にねブランクのページいっぱい作ってくれてるので、そこにちょっと1年間の目標とか、あと感じたこととか書いたりしております。でこれね印が2本あって2箇所つけられるようになっていて、1個は今現在のところで、もう1個はブランクページの方につけといて、今年の自分の目標と今週の自分の目標というか、こういう風にやっていきたいなっていうのを照らし合わせて、この大きいテーマから大きい目標からどんどんブレていかないようにっていうのを心がけながらスケジュールを立てるようにしてます。次がポーチでございます。こちらドリス・バンノッテンのポーチで、めっちゃ可愛くない？ドリス・バンノッテンのポーチっていつも本当に可愛いんだよね。でジップのこういう開けるやつも好きなんですけど、なんでか私巾着好きで、なんでかわかんないんだけど、でもこれすごい気に入ってます。中がねなんかちょっとこう優しい感じになってるところも気に入っています。中身はと言いますと、まずはこちら、はい、ネロリハーブのアレルギーミスト。これ花粉症用ミストで、ちょっとミントみたいな香りがするんですけど、発火みたいな、鼻がぐじゅぐじゅしてきちゃった時とか、鼻詰まってきちゃった、目かゆい、集中できない、なんかこの上の方大変そう、炎症してるわってなった時は、自分の周りこうやってで深呼吸するとすっごい楽になる。メンタル的にも楽になるし、気持ちも切り替わるからかもしれないんだけど、落ち着くんですよね。精油でできてるので安心だし、めちゃくちゃこれ助かってます。次がこちら、はい、鏡でございます。プラダの鏡なんだけど、私普段鏡とか持って歩かないんですけど、このプラダの鏡がちょっと可愛すぎて、ちょっと持って歩きたいなっていう気持ちになったので持ち歩き始めたんだけど、あるとすごい便利だね。いつもちょっと携帯のインカメとかで見てたんだけど、こうやってヒュッヒュッって見れるとすごく助かるなっていう。で今花粉症の季節だし、いろいろ起きるから顔でそういう時にめちゃくちゃ重宝してます。次がリップです。リップクリーム、アメリターラのリップクリームで、こちらちょっとこういうオレンジなんですけど、色はねほとんどつかないけど、ちょっとだけつきます。やっぱりリップクリームよく使うものだし、口の中に入るものなので、ナチュラルなものを使いたいということで、安心安全の信頼できるアムリターラのリップを私は使ってます。次が目薬。これも毎度紹介してるんで、もう分かったよって感じかもしれないけど、これが一番目がキーンってするので、すっごい気に入ってる。花粉症の時期もいいし、あとやっぱ
ね、スクリーンすっごい見て目が疲れるので、そういう時にちょっと休憩タイムにヒッヒッってやるとスーってなって、めちゃくちゃこれおすすめです。次がこちら、はい、シャネルのリップ&チークボームなんですけど、これ新色が出てね、新色めっちゃ可愛いの。こちら可愛くない？ちょっと画面だとピンクっぽく見えるんだけど、なんて言ったらいいのかしら。オレンジと赤と茶色ってよくないね。ブラウンを混ぜたような、ちょっと大人のくすみっぽい感じの色です。で、これ出してみるね。指はこういう風な色。手にね、出すと、こんな感じの色です。このリップ&チークボームシリーズ、透け感があってツヤ感がすっごい出るので、肌めっちゃ綺麗に見せてくれるし、重ねれば重ねるほど色が濃くなっていくので、リップはしっかりしたいけどチークはほんのりしたいとか、チークしっかりいきたいけどリップはほんのりしたいとか、こうコントロール自在なので、練り物だからそういう意味でもすごく気に入ってます。普段私ノーメイクで出かけることが多いんですけど、そういう時もリップとチークだけちゃちゃっとその場でやっちゃえば、顔がちゃんとした感じにすごくなるので、こう血色も良くなるし、トーンアップもするし、なんかこうちゃんとしてる人になれるのだから出先でこうちょっとどっか急に行かなきゃいけないとか、なんか急に人に会うことになったとか、そういう時にこれだけ持ってるとめちゃくちゃ重宝するし、一人二役だしさ、ブラシもいらないから、これ持ち歩きコスメとしてすっごいおすすめです。続きましてがこちら、はい、ハンド&ボディセラムって言って、私はこれをハンドクリームの代わりにしてるんですけど、最近乾燥すごいじゃないですか。手もカッサカサになるし、爪の周りもささくれてきちゃって、この辺すごい乾燥するタイプなんですけど、これすごい。まずは香りがめちゃくちゃいいです。エンディアっていうスパのものなんですけど、そこのスパもすごい好きで、インスタとか YouTube とかよく出てくるんだけど、マッサージもめちゃくちゃいい。で、そこが出しているオリジナルのオイルもすっごいいい。顔に私は使ってるんですけど、肌プリプリのトーンアップするし、パンってしてくれて、本当に気持ちのいいオイルでめっちゃ好きなんですけど、これはロンハーマンの別注で作っているもので、エンディアのものって本当に香りがいいんですよ。すごい興奮しちゃってこうなっちゃったけど、香りがとにかくいいの、これが。で、ユーカリ、サイプレス、グレープフルーツ、ゼラニウム、いろんな精油が入ってるんですけど、他のオイルも入ってるので、しっかり保湿してくれます。テクスチャーがね、ちょっとジェルみたいなみずみずしいテクスチャーで、こういう感じなんだけど、サラサラって伸びてくれて、しとっとしてくれて、保湿するんだけど全然ベタベタしない。そしてこの塗ってるそばからすっごいいい香り。ちょっと仕事に詰まってきたなとか、リフレッシュしたいなとか、もんもんしてきちゃったなとか、これから気持ち切り替えてお出かけするからちょっとスイッチ変えたいっていう時とかにもとってもおすすめな香りで、ハンドクリームだけじゃなくてちょっとメンタルケアみたいな意味でもとってもおすすめのセラムでございます。続きましてがこちら、はい、マッスルバームです。これむちゃくちゃ良くて、体の凝ってるところとか筋肉痛とかちょっと痛みがあるところとかに塗るバームなんですけど、すっごい気持ちいいし、すっごいいい。もうとてもハマってついに持ち歩くようになりました。で、これ中開けるとこういう感じなんですけど、バームがスティック状になったものです。これパッケージの話からしたいんですけど、全部紙でできてるパッケージングです。で、この後ろの底の部分を押してあげると、ここから上に出てきて、これでこう使うタイプのパッケージングなんですけど、確かにね、プラスチックでひねり出すタイプのパッケージの方が使い勝手はいいし楽なんですけど、でもここを押してこうやって上出てきてシュッて戻せば、こうやって閉めて別に全然不便ないし、全部紙になってプラスチックが使われないんだったらそれが素敵じゃないって思うんですけど、私は海外だとリップバームとか、あとはディオドラントとか日焼け止めとかスティックタイプのコスメに多いパッケージングで、日本ではあんまり見ないなって思ってたんですけど、これは
このパッケージングですごい見た時上がりました。塗るとほんとバームなのでサラサラっとこうとろけてめっちゃ気持ちいいテクスチャーなんですけど、香りはすっごいソフトなおしゃれなタイガーバームっていう感じで、ちょっとスースー系の香りです。これとてもナチュラルな作りになっていて、ベースはひまわり種子油、ひまし油、蜜蝋です。で、体をほぐしたりとか痛みをこう和らげてくれたりとかする効果として、唐辛子果実、生姜根、コンフリーネ、アルニカでメンソール、ウコン、ユーカリっていうのが入ってるんですけど、とても体にも優しいし、こう機能として植物が持ってるパワーをとっても活かしてるバームです。で、塗るとちょっとじわーんとあったかくなってきて、血行が良くなってる感じとか、あとはこうバームのテクスチャーって個人的にはこう肌に塗るとなんかこう守ってくれてるような印象を受けるんですけど、とにかく心地がいいバームです。とってもいいので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。次がこちら、はい、フェイスポインター。知ってる？これこうやってコリを取ってくれたりとか、流れを良くしてくれたりとか、むくみを取ってくれたりとかしてくれるツールで、こちらは1本、こちらは3本で、こっちの方が優しい、ハードめが好きだよ、いけるよって人はこの1本側でやるのがいいんだけど、これねすごいのよ。こんなに結構原始的というかバネが入っててこうなってくれるだけなんだけど、やると全然違うの。前の日にやっても全然違うし、その場でやっても全然違うし、目の疲れとか、あとは食いしばりがある人とか、集中するとこうやっぱりこう体がギュッて固まっちゃいがちなんですよ、私とか特に。それをほぐすのにすごくいいアイテムで、頭皮にも使えるし、もうどこにでも使えるし、こんだけちっちゃいのでバッグの中に入れててもかさばらない。めっちゃいいです。美顔器とかわざわざやるのめんどくさいし、美顔器なんか持ち歩かないし、なんかちょっとほぐすマシンとかもこれぐらいになっちゃうから持って歩かないけど、これすごくいい。とてもおすすめです。目の疲れの時とか、この眉毛の上をギュンギュンギュンってやったりとか、口元の疲れとかこの辺ギュンギュンギュンってやったりとか、この辺とかやっぱ溜まりやすいのでギュンギュンギュンとやってもらえるととてもお顔すっきりすると思うし、巡りが良くなるとトーンアップもするし、くすみも抜けてったりとかするので、ぜひ使ってもらいたいアイテムです。はい、ということでこれでバッグの中身以上となります。今回も爆裂トークでお届けしましたが、本当に好きなのでいっぱい喋りたくなっちゃうんだけど、今回も自信を持ってみんなにおすすめできるアイテムばっかりなので、気になるものがある人はぜひ下のところにリンク貼ってあるのでチェックしてみてください。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録お願いします。それでは次のビデオまで、またね。